Let us profess before God and one another our common faith. The Nicene Creed on page 22. We believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, fulfillment of the Scriptures. He entered into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. He proceeds from the Father and the Son. Together with the Father and the Son, he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Peace of the Lord be always with you, And with you also. that by word and example they may bring many to faith and obedience in Christ. Hear us, O Lord. For those in authority among the nations, and especially for the Emperor, the Prime Minister, and the government of Japan, that they may govern with justice and promote peace and unity, and he brings them into danger, that they may have courage and strength to serve the common good. Lord, have mercy. Let us give thanks for all his servants and witnesses who have time past. Abraham, the father of believers, Isaac, Samuel, Isaiah, and all the prophets. John the Baptist, the forerunner. Mary, the mother of our Lord. Peter and Paul and all the apostles. Stephen, the first martyr, and all the martyrs and saints in every age and in every land. Lord, have mercy.こんにちは。どうしちゃったんですか？これ直してるわけなんです。雨どい直してんの？ああ、実はですね、このうちはですね、リードさん持ち主なんですけれどもね、全部ですね、朽ち果てそうになっていたですね、うちを自分で改装しちゃったんですって。本当ですか？そうです。一人で？ほとんど。ほとんど。本職は大工さん？いえ、大学で教えてます。大学の先生だそうです。大変ですね。でもね、暑いでしょ。暑い。ね。これ去年からこれ最初に建てたのは、大工さん雇うと費用がかかるから、ということでこの人じゃあ自分で少しずつやると言って十何年間毎夏ほとんど毎夏14年間十何年間何年ですか？まあ70年か71年からじゃない？そうね。ですから夏の遊びは大工さんということでしたね。他のスポーツなんかはあまりしないで。今こう素晴らしいね、山小屋っていう感じだけど、じゃあその十何年前はこういう状態じゃなかったの？最初はもう壊そうと思ったくらいボロ屋でした。70年前のお家ですから。60年前に軽井沢からここに来ました。それからもう何十年もここにもあっ
って腐っちゃって、腐ってたの？床なんか腐っちゃって、もうお家は曲がっちゃってましたから、壊そうかと思ったんですけども、何か古いのを取っておきたいという気持ちと、最初からですとちょっと大変だから、それで自分たちで改造を少しずつするようになっちゃう。素敵な暖炉がある。これは前からあったの？最初はここは普通の薪を燃す暖炉だったんですけども、あれは燃料が無駄になっちゃうんですね、薪が。それでこれをアメリカで見つけてきて、アメリカの親戚がこういうものを扱ってる人でしたので、安く譲ってもらって。そのレンガなんかは積み立ててありますけれども、レンガはここの土地で買いました。ということは積み立てもなさったの？この積み立てですか？レンガの。もう泥と、セメントだらけになって。セメントこねて。セメントこねて。手がすごく荒れるんですよ。荒れるんですね。知らなかったです。どんなに荒れるか。大変でした。よくしかし綺麗にできましたね。それはやり方知らないでしょ。本当にこれ作ってからレンガでできてるのを見ると、ここのこの間はみんなどこももうへっこましてあるんですね。こんなに出てないんですね。それ知らなかったです。みんなへっこんでるわけなんです。素人の証拠なんですよ。セメントのこね方なんか分かった？私はそれはしないで、それやりました。こちらがしました。そっから一からセメントも出るとこれね、すごいですね。こんな立派になっちゃうんですもんね。ちょっと下がボコボコで難しいんですね。優しそうに見えるけども、こうやるのとても難しくて。これは古い暖炉のね、ところにあった板なんですよ。これが昔あった。それあべこべにしたわけなんです。これが表になってたんですね。これはすだれを切った残りがあったので、吉津のすだれでこの人がなんかここ暗いというのでランプを作ったんです。ランプも手作りですか？こちらの手作りです。それからあれこたつの部屋がそっちにあるんです。私が日本的な畳コーナーが欲しいと言ったので、そしたら作ってくれたんです。どなたがお作りになった？こちらがご主人。そこは元何もなかったんです。ポーチで。それで小さな畳コーナーができました。ポーチということはここが入り口玄関みたいになってたわけですか？そうです。ここはもうここに溝がありますね。そこのまでで、そちらは何もなかったんです。そこに日本間を作っちゃった。掘りごたつって難しかったでしょ？ちょっと難しかったんですね。小さすぎるんですね、掘りごたつは。背の高い方ですと、2人座ると膝が突っかかっちゃって、1人しか座れないんですね。2人くらい大丈夫です。ちょっと狭すぎるんです、普通の掘りごたつよりは。私たちみたいに小さいですと入れますけど。すみません、どうも。やっぱり落ち着きますか、こう来ると。そりゃそうですよ。ここはもうふるさとですね。私たち4人の子供ももうアメリカとオーストラリアにいるんですけども、ここへ帰りたくてたまらないですね。みんなホームシックになります。でも生まれたとこでもないわけでしょ、ふるさとといっても。でもここ1歳から来てる子供は2人いますから、4人のうち2人は1歳からここにいますので、ここがふるさとですね。一昨年2年ぶりで、去年です、2年ぶりで末っ子が来たんですね。先に私たちより1週間前に。そしてここへ着いた途端に大笑いしちゃったんですって。嬉しくて嬉しくて嬉しくて、もう笑いが止まんなかったんですって。
もう涙こぼして笑ったって言いました。恋しいですね、ここは。心にそれだけこう染みついてるところってなってるのはなんでなんでしょうね。何がこの別荘地そんないいのかしら。まあ景色の美しさと、やはりこのコミュニティの素晴らしさでしょうか。子どもたちみんなここでたくさん友達といろんな活動をしましたし、それからうちの作る手伝いもさせられましたし、ペンキを剥がすのなんか大変だったと思います。嫌がったんだけども、まあやらせましたね。労働もさせましたけど、やはりここは懐かしいみたいですね。家族みんなでじゃあうちを直される。いる人は手伝わされました。そうですね、息子も時々ペンキを離したりしてくれましたね。大工さんはでもほとんど、こちらです。大抵お父さん。あとのこと。いい先生がたくさんいますから。先生っていうのは？工務店で勤めている方がね、時々寄ってくれてですね、アドバイスしてくれるんですよ。別荘暮らしの楽しみってどういうことなんでしょうね。別荘というよりも、私たちは他に自分の家ありませんから、これが本宅なんだな。そうなんです。ここだけが自分の家なんです。だから別荘っていうよりも、ここに来ると、自分の家に来たなっていう感じです。今お住まいはどちらでしたっけ？鎌倉です。そのお家っていうのは？借りてる。ああ、そうですか。アメリカにも土地も家も持ってませんし、ここだけです。ここは土地は自分たちじゃなくて、ここの野尻湖協会所有ですけど、これだけが自分たちのものですから、やはりここがふるさとで我が家ね。一番ここの暮らしで思い出に残っていること、良かったと思うことって何でしょう？このうちのいろんなところを直したことももちろんなことですけれども、どっちかといえば人間関係なんですね、私としては。人間関係です。この野尻湖協会内の人間との関係だけではなく、土地の人間とのお付き合いですね。そういうようなことを非常に私にとっては大切なんですね。やはりなんかもう親戚のようですから、来ると真っ先に私何軒かに飛んでいきます。お土産持って。やはり懐かしい人たちですね。部落が3つぐらいありますけど、各部落に親戚があります。そういう触れ合いなんか日本の別荘地なんかじゃあんまりないかもしれないですね。さあ知りません、私はちょっと。別荘暮らしってかなりお金がないとできないもんじゃないかって僕らのイメージの中にあるんですけど、大工にかける、材料費にお金かけますけど、あとはもちろん雪がひどいですから傷みが激しくて維持費っていうのは大変ですし、会費払いますけども、ですけどあとはもう食べ物だけですね。着るものみんなここに置いてありますから、もう何年も古いの着てますし、着るものにお金かけないから、食べ物だけですね。食べ物もお野菜、そんなにお金かかりません。あとは手作りしますから、私大体パンでも何でもお菓子でも。ご主人、うちを自分の手で直そうと思われたのはどうしてなんですか？一言で言えばお金がないためにないから自分でやろうと思いました。長い目で見ればですね、本当はここで引退しようかという、夢みたいなものを、持っていたんで、今でも半分ぐらい持っています。でそのつもりで、いろんな、壁なんかを離したり、断熱材なんか入れたりしました。お金をかけてたらどうでしょうね。お金をかけて直してたら。いや多分無理だったでしょうね。
お金をかけなかったからちょっとここへの執着とか愛着が強くなっちゃったんですね。それもそうですね。お金をかけなかったからここへの執着が強くなった。執着はあんまり良くないですけど、そうですね。自分の汗と血と込めたものなんですからね。血というのはよく怪我しますからね。今でもあちこち直しながら血を流しながらでもここに休みに来て仕事するんじゃ休めなかったんじゃないですか。あここは仕事がもう楽しいことです。ここでの楽しみは、ここでの労働はもう楽しいです。ですから私ここへ来ると途端にお菓子を作ったりパンを焼いたりするんです。ブリティッシュプディングを作ったんですよ。パンのプディング、パンプディング、ブレイクプディング。いやー綺麗にできてますね。しかしね。そう。実はここにもちょっと秘密のドアが隠されている。秘密のドア。はい。壁ですが普通の木の。あらららららら。やっぱりドアですね。ドアとはわからない。そして中に階段があってですね、紐が垂れてますね、奥にね。はい。ここは紐を引っ張る。はい。この紐を引っ張るとここが開くわけなんですね。あ、本当だ。天袋が開いた。ああ、なんかやってみてください。あらららら。埃が落ちてきてるんです。はい、と。埃がだんだんひどくなる。